トヨタイムズスポーツをご覧の皆さん、こんにちやこんばんは。晩ご飯タイムに失礼します。メインキャスターの森田京之介です。いつもは金曜のお昼に生配信しておりますトヨタイムズスポーツですが、今週、来週、再来週とですね、3週続けてこの午後7時にスタートすることにしています。なぜかと言いますと、今フランスはちょうどお昼の12時を回ったところでございます。そうです、パリ2024オリンピック開幕でございます。今日ですね、この後開会式が行われます。世界のトヨタアスリートの活躍をお届けできる機会がやってきました。午後7時スタートでパリからの熱い話題を毎週お届けしてまいります。ですがその前にですね、お伝えしなくてはいけないことがあります。こちらです。都市対抗野球、短い夏が終わりました。トヨタレッドクルーザーズ三菱重工ウエストとの2回戦、2対9で敗れました。2年目の増井投手が先発好投したんですが、その後リリーフ陣が打たれ、7点差追いつくことができませんでした。今年はですね、若手の台頭、これを一つテーマに、戦ってきた中で、実際この2回戦で先発した増井投手、しっかりと役割を果たしてくれました。試合後の増井投手のインタビューをご覧いただきたいと思います。ナイスピッチ。どうだった初登板。都市大会の厳しさを痛感しました。本当にやってきたことは出せたなと、今日に関しては出せたなとは思うんですけど、出せた上でまだ足りないなっていう、そんな感じです。あそこで6回、7回以降もやっぱマーカー伏せられないっていうのは、やっぱりまだまだ圧倒しきれてないんだなっていうふうに思いました。日本選手権が予選なく決まってると思うけど、そこに向けてはどんなことをしていきますか？そうですね、もう一度体作り、力をシンプルに体の力を強くする。でやっぱり平均のスピードがもう一つ2つ上がってきたら、あのインコースのまっすぐをそう簡単に引っ張ってレフトに狙っててもいかれないかな。もう一度そこを上げて体作りから、佐々木さんいなくなって、本当に今までのこのトヨタの投手陣の本当に中核の人が1人抜けて、いよいよ本当に下からこう突き上げていかないと、単純に投手力全体がもう落ちてしまうと思うので、自分の力をつけて、もう佐々木さんいなくなったけど、まだトヨタの投手陣大丈夫やなって思ってもらえるような、佐々木さんが、秋に僕たちをこうちらっと見てそう思ってもらえるような状態、自分も含めてみんなでやっていったらいいのかなと思います。秋は1戦目取りたいですね。1戦目行かせろっていうこれだろっていうぐらい突き抜けていきたいです。いや、いいじゃないですか、増井投手のこの心意気。トヨタにはね、大エース加陽秀一郎投手がいますが、もう加陽投手を押しのけて自分が1戦目のマウンドに立ちたいという、そんな固い決意をね、この負けた後だから多分そう思いを新たにしたんだと思いますが、増井投手の今後に期待したいなと思います。そして、この今回の都市対抗は、トヨタ自動車レッドクルーザーズにとっては非常に大きな意味を持つ大会でした。19年間現役生活を続けてきた佐竹勝利投手がこの都市対抗をもって引退するということで、この敗戦をもって、佐竹投手引退するということになりました。試合後に佐竹さんにも話を聞いてます。本当に19年間お疲れ様でした。最後の瞬間っていうのはベンチで見てたと思いますけど、どんなことを考えて見てましたか？いやでも特にいつもと変わらないですし、でも本当にあの点差でもツーアウトでもああやってたくさんの方が最後まで応援してくれたっていうのは社会人野球の良さだと思いますし、それをやっぱ選手は忘れてほしくないですね。去年までは、去年は優勝しましたけど、
負けても来年頑張ろうっていう気持ちになったと思いますが、今年はそこが違うと思います。今どんな気持ちですか？終わったーですねまあ良くも悪くも、まあでも本当に、ね、最後までなんか自分自身ブレることなく、特に個人的な理由で頑張る頑張らないもなかったので、まあそこはなんか自分の中で良かったなと思いますね。なんかここでなんか自分のためにやってるようじゃやっぱりしょうもないと思う、まあ、そういう感情がなかったのは良かったな。最後に先に一足先に普通の車好きのおじさんに戻った方がいます、はい、その方に向けて明日から普通の野球好きのおじさんに戻る佐竹さんからメッセージをいただければと思います。会長まずは19年間、本当に野球部支えてくださいましてありがとうございます。そしてこれからも、ぜひ運動部を、陰でじゃないですね、しっかりと支えていただけるようお願いします。本当に野球部運動部を、会長がすごい支えてくれたっていうのは僕も感じてますし、それをなんとか恩返ししようと思って僕らアスリートは頑張ってきました。まあ、これからもね、野球部もソフト部も、まあ、全運動部頑張ってくれると思うので、ぜひこれからもしっかり育てていただいて、僕も支える側に回りたいと思いますので、一緒に完成しましょう。本当に19年間ありがとうございました。いやもう佐竹さんにはねいくら拍手を送っても送り足りないなというぐらい、本当に19年間トヨタの野球部を支えてくれた、そして強くしてくれたなというふうに思います。そして最後まで自分のために頑張らなかったのが良かったなという話がありましたが、まさに、都市対抗始まる前に、我々がお届けしたインタビュー、僕は自分のためには頑張れないんですというふうに言ってこの歩んできた19年間だったということで、そのインタビューについては概要欄にリンクが貼ってあります。佐竹勝利、僕は自分のために頑張れない、都市対抗が終わった後でも、十分見応えのある内容になっていると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。ちなみにですね、インタビューの後、外で待ってくださっていたたくさんのファンの方々に1人ずつ佐竹さんサインをして、もう全員サインして、ほぼみんなと写真を撮って、どうやって帰るんだろうと思っていたらですね、その時当然手ぶらだったんですけど、その手ぶらのままですね、東京ドームシティの中をふらふらと歩いて、そのまま自分でタクシーを捕まえてホテルへと戻っていきました。佐竹勝利のラスト市対抗、最後は手ぶらで東京ドームシティを歩いて去っていく、こんな最後なんだなと思いました。佐竹さん、本当に19年間お疲れ様でした。さあ、それでは今日の特集参りましょう。こちらです。パリですね。いきなりパリモードですよ。コロナ禍で開催された東京2020オリンピックから3年が経ちました。我々もですね、トヨタイムズ放送部という名前でその東京2020オリンピックからこの番組をスタートしたわけなんですけれども、いろんなことがありましたが、一周ぐるっと回ってパリ2024オリンピックいよいよ開幕でございます。またね、全力で世界中のトヨタアスリートを応援する日々が始まったと思うとワクワクしかありません。こんなスケジュールで番組やっていきます。オリンピックは今日開幕しまして、7月26日今日ですね、8月11日まであります。その中で、今日を含めて金曜日が3回ありますので、ここ19時から3回特集をお届けしていきます。そしてパラリンピックは8月の28日から9月の8日まで、その間金曜日が2回ありますので、こちらも午後7時から19時から番組をスタートします。先ほども言いましたけれども、パリがお昼の12時ということで、そうなると興奮真っ只中のパリからですね、現地の様子を伝えてくれる人がいるんです。三好奈穂さん、東京2020オリンピック女子バスケの銀メダルチームの一員ということで、もう完全にオリンピックモードのエッフェル塔の下でいい感じに写真撮ってるじゃないですか。
三好さんですね、パリではカメラとマイクを自分で持って、毎日 X にですねレポートを届けてくれています。ちょっとですねその様子一つ試しに見てみましょうか。こんな感じなんです。今フランスに到着しました。これからパリ市内に向かいます。会場のピンバッジもつけてきてます。この後オリンピック期間中、街の様子や GTTA の活躍した様子をお伝えしていきたいと思います。頑張ります。いいな、周りから見えてる景色もなんかね、やっぱ外国の現地感がちゃんと現地にリポーターがいてね、こうやって情報をお届けできるっていうのは、まあ東京の時は東京が現地でしたからいいんですけど、いいですねパリはね。三好さんめちゃくちゃ行ってからすぐに楽しんでる感じが出てますけど、ちょっと今日も中継を楽しみにしていただければと思います。まずはですね、大会会場の位置関係、これをしっかりと見ておきましょうか。まずはフランスの全体図なんですが、こうなってますと、オリンピックではですね開催都市だけじゃなくてその国の地方都市でも一部競技が行われます。まずサッカーがですねフランスの各地で行われていまして、あとは東京の時江ノ島でやっていたセーリング、これは南部ですね、マルセイユというところで開催されますということで、地中海で競技が行われるということになりますね。ちなみに地図には載ってないんですけど、サーフィンが開催されるのは太平洋に浮かぶフランス領タヒチということで、地中海タヒチというリゾート感満載なパリオリンピックです。で気になるのがですね、この上の方パリから北に200キロほどにあります TGV に乗って1時間ほど、リールという街なんですけれども、バスケットボールとハンドボールの試合が一部行われます。男子バスケットボールの日本の最初の試合ドイツ戦というのはこの明日リールで開催されることになっています。さあちょっと寄りましょうか。ぐぐっと寄りまして、これで中心部からだいたい30キロから40キロぐらい、地下鉄で1時間から1時間20分ぐらいのそんな範囲の地図になっています。これを見ていきますと、真ん中にねエッフェル塔ありますけど、そのちょっと左下ぐらいベルサイユ宮殿、馬術と近代五種はベルサイユ宮殿、絵になりそうですね。それから画面の右側ですね、カヌーとローイングが行われるのはベールシュル・マルヌ・ノーティカル・スタジアム、これ今私噛まずに読めましたかね。各テレビ局のアナウンサー泣かせな名前と、もう一回言ってみますか。ベールシュル・マルヌ・ノーティカル・スタジアム、言えますね、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。すみません、そんなドヤ顔で言ったわけじゃないんですよ。はい。さあそしてちょっともうちょっと中心部に寄ってみますか。どんどん寄ってきますよ。はい、これがパリ市内の競技会場になっていまして、地下鉄でだいたいシュッと行けるようなそんな範囲です。左の方に競泳会場があります。注目の GTTA がここで続々と登場することになります。それから右下にありますベルシーアリーナ、ここでもですねバスケットボールが行われますし、体操、トランポリンもありますね。それから地図の上の方ですね、スタッド・ド・フランス、ここはサッカーとラグビーの大きな大会が行われた場所でもあるんですけど、今回は7人制ラグビーと陸上、それから閉会式もここで行われることになっています。もうちょっと寄ってみますか。最後にパリの中心部、観光名所がたくさんありますね。その観光名所で競技が行われていくんですけれども、例えば左下エッフェル塔の前でビーチバレーボールですよ。これね番組でもよく伝えてきましたけれども、本当に行われます。それから、画面の真ん中やや右ですね、コンコルド広場、ここがすごいですよ。ブレイキン、スケートボード、バスケの 3x3、自転車 BMX フリースタイル、もうパリのど真ん中の広場でこれだけの競技が行われます。でパリの真ん中といえばセーヌ川が流れてるじゃないですか。流れは本当はこっちですけれども、ここが開会式の会場ということになりまして、この船に乗って地図の右側から左へこの川を下ってくるということになっているんですけれども、最後はですね、このトロカデロ広場、ここで、広場に集まってくるという、非常にチャレンジングな開会式がこの後行われるということになっています。そしてこの32競技全部で行われる中で24の競技がパリ中心部からわずか10キロ以内の会場ということで、非常にコンパクトにギュッと収まって行われるというのが今回の特徴でもあります。新しい競技場というのは作っていなくて、既存のものを使うというのがこのパリの特徴にもなっています。さあそしてこの32競技329種目あるんですけれども、アスリートはおよそ1万500人が参加します。その1万500人の中に
グローバルチームトヨタアスリート GTTA、 ぜひとも皆さんに覚えていただきたいんですけれども、GTTA というのは、48の国と地域に277人いるんですが、その中で今回オリンピックに出場する人たちをこのボードにまとめました。これだけですよ。あれ、いやもっといます。裏表合わせて合計102人、102ということはさっき全体で1万500人って言いましたから 1% が GTTA、 すごいじゃないですかトヨタ勢。この 1% 勢をね我々しっかりと追いかけて応援していきたいなと思っております。日本からはこの GTTA32 人の選手が出ることになっています。さあそしてオリンピックの日程も確認しておきましょうか。こちらです。大きくざっくりいきますね。今日が開会式で7月26日なんですが、すでに競技が始まっているのもありますね。ハンドボールなどありますが、で大会前半の花形種目といえば競泳体操ですね。で後半になるとこの緑の陸上が始まっていきます。でバスケとかハンドボールっていうのは期間中もずっとやってる、そんな感じですね。一方でトランポリン、これはもう8月2日の1日だけ、昼間に女子夜に男子、予選と決勝ということでもうこの日見るしかありません。で今大会初開催の新種目ブレイキンが8月の9日10日ですか、大会後半の2日間、注目種目ということで大詰めの中開催されることになっています。さあそして間もなく開会式なんですけれども、開会式の前にはですねもうすでに始まっている競技があるというふうにお伝えしました。そこに GTTA も出ているということで、すでに行われている競技の GTTA の結果をお伝えしていきましょうか。まずは7人制ラグビーなんですが、日本代表に3人の GTTA がいます。ちょうど我々も出国のタイミングでね出国の写真なんかをお伝えしましたが、トヨタ自動車の谷中吉平選手、トヨタ自動織機のケレビ・ジョシュア選手、日野自動車の福士選手、これ予選プールラウンドがまず3試合あったんですがなかなか苦しい結果でしたね。3連敗となってしまいました。そして一番下9位から12位決定戦のサモア戦、こちらも敗れまして、4連敗ということになりました。明日行われる11位12位決定戦のウルグアイ戦に回るということになっています。もう一つあります。アーチェリーです。メキシコのアレハンドラ・バレンシア選手が出場しています。このバレンシア選手はロンドン、リオ、東京に続いて4大会連続の出場ということで、3大会目の東京の混合団体では初のオリンピックメダル、銅メダルを獲得している選手です。まず昨日ですね女子の個人ランキングラウンドというのが行われまして、一番上64人中8位という結果でした。でこのランキングラウンドの成績をもとにですね、団体のランキングラウンド、それから混合団体のランキングラウンドというのも、ご覧のように組み合わせが決まっています。さあということでもうパリの熱もだんだんと続々と高まってきていると思います。開会式なんですが日本時間で日付が変わった午前2時30分、ちょっと眠い時間かもしれません。あと7時間とちょっと着々と迫ってきています。いやーパリの様子がどうなってるのか気になりませんか。私はすごく気になっています。三好さんに伝えてもらおうと思うんですが、その三好さんがどこにいるかというと、もう一回ちょっと地図出ますか。この中でここです。この星のところに三好さんがいます。ちょうどねこの家名橋のすぐこちら側ですね、この辺りにいるということで絶好の場所にいる三好さんの様子をちょっと呼んでみましょうか。出ますか三好さん。パリだ。三好さん。はーい、森田さん、ボンジュール。ボンジュール。私はですね今、開会式が行われるセーヌ川に来ております。後ろに見えますかね、橋、家名橋なんですけれども、この近くまで、選手団が船で下ってきて、でその左奥にあるトロカデロ広場で、セレモニーが行われます。はい、救急車来てますね。このセレモニーではですねすいません、救急車取りました、すいませんはい、この、広場ではですね聖火点灯だったり3000人のアーティスト
いや400人のダンサーでパフォーマンスが行われるということですごく楽しみです。あ、今ちょうど写着真々と準備進んでそうですよ。写真出てますけど、ここはこんな雰囲気なんだ。この写真はどっから撮った写真ですか、これは。はい、エッフェル塔を登った上から見渡して写真を撮りました。三好さん楽しそうですね、なんかね。すいません、ちょっと楽しませてもらっちゃってます。実際ね、もう今日開会式じゃないですか。三好さんはいつからパリに入ったんですか。今6日目ですね。6日目どうですか、実際オリンピックがもう始まるぞっていう雰囲気は感じてますか。そうですね、街並みがこうパリの大会の装飾で行われていたりだったり、こういろんな国の方がいたりして、もう始まるんだなっていうのはすごく感じました。三好さんは東京オリンピックを選手として経験してるじゃないですか。ただあの時はちょっと無観客といろんな事情がありましたけれども、どうでしょう、東京の時と比べてなんか違いを感じる部分とかありますか。そうですね、やはり東京まではこう選手で出てるので、やはりこの、楽しみっていう気持ちはありつつも、この緊張感だったり国を背負うっていうところのプレッシャーを感じながらやっていたんですけれども、今回のパリはこうまた外から見れるっていうことで、すごくオリンピックっていうものを純粋に楽しめているなっていうふうに感じます。そうか、これはアスリートならではのコメントですね。今まではやっぱちょっとドキドキしたりとか緊張感とかで純粋に楽しめてなかったのを、もう今回は 100% 存分に楽しめると。はい、いいですね。で、三好さん、さっき空港出て街に向かいますっていう映像をちょっとこっちでも紹介したんですけど、なんか他にもこの5日間6日間の間にいろいろ見てきましたか。はい、パリの観光名所を回ったりしましたよ。ちょっとじゃあどんな印象的に残ったことを教えてください。はい、私3ついいですかね、出して。3つどうぞ、たっぷり尺使ってください。はい、はい。すいません。1つ目はルーブル美術館です。去年の秋に、現地に行きまして、そこで見たルーブル美術館はもう観光客がたくさんいたりだとか、もう人が多かったんですけれども、今回はこうオリンピックということで規制がかけられていまして、本当にこう厳選された人しか入れないような、本当秋に見たルーブル美術館とは全然違うこう静かな佇まいがなるほところど。っていう印象が、人がいないことでちょっとこそういったところでも、うオリンピックを感じたってことですね。はい、そうです。そういったところでオリンピック感を感じました。確かにガランとしてますね、写真見るとね。本当に誰もいなかったです。他にはどうでしょう。はい。で2つ目は、サクレクール寺院ですね。ここもパリの観光地の名所なんですけれども、はい、ここ今写真にあるように大きな階段があるんですけれども、これがパリ仕様に装飾されていて、こういったところでもオリンピックが始まるんだなというところは感じましたね。いやー、なんか三好さん本当にね、全部楽しそうすぎて。仕事ですよね。一応仕事ですけど、ごめんなさい。本当に楽しませてもらってます。ごめんなさい。いや、いいんですよ。楽しい様子を伝えてください。はい、3つ目いきましょうか。はい、すいません。はい、3つ目はパリの視聴者前に行ってきたんですけれども、そこではこうオリンピック・パラリンピックの競技が体験できるブースっていうところが結構展開されていまして、でそこでたまたまこのバスケをやっていたので、そこでちょっと一緒に地元の方たちと 3x3 やっちゃいましたよ。今ね、写真出てて、なんか、勝手な想像ですけど、現地の人たちを出し抜いちゃってる感じの写真が出てるんですけど、これはオリンピックの銀メダリストであることは正体は隠してたんですか。いや、もうガンガン出していきました。出してった。私銀メダリストだぞっていうのは、出していっちゃいましたよ。それはやっぱりオリンピックだから出さないと。うわ、やってますね。今また次の写真、シュート打ってるけど入りました。
当たり前じゃないですか。私は誰だと思ってるんですか。何やってんのもう三好さ余裕でバん。ンバンバンバン決めちゃいましたよ。私が東京のメダリストだぞと。はい、もう会場盛り上がっちゃっておお本当スターになっちゃいました。いやーなんかね、そんなことまでだから、まあなんていうんだろう、道場破りというかね、突然行ったわけですね。行ってやっちゃったわけだ。そうです。突然ちょっと銀メダリスト入っちゃっていいみたいなノリでやっちゃいました。いやーでもね、そうやってこうね、実際スポーツが実際みんな市民の皆さんも楽しんでたりという環境があるということだと思いますが、このままだと三好さんは本当に、遊びに行ったと思われてしまいそうなんで、ちゃんと競技を見に行ったのか。さっきもうすでに始まってますって話したんですけど、競技は見に行きました？もちろん見に行きました。7人制ラグビーを行ってきました。どうでした？はい、GTTA は、トヨタの谷中吉平選手と日野自動車の福士選手で、トヨタ自動食器のケレビ選手の3名が出場しているんですけれども、試合はこう悔しい結果にはなってしまいましたが、ね、今は谷中選手映っていますけれども、普段谷中選手こうおっとりしてるイメージ私の中にはあったんですが、もうフィールドの田中選手かっこよすぎるんですよ。ギャップ萌え折れちゃいましたはい、ギャップ萌えやっぱりね、15人制よりもはい、 7人制ってこうスピードがっていうじゃないですか。どうでしたスピード感？いやスピードもすごい速かったですし、同じコート15人制と同じコートでやる分広く使えるので、なんかあんまりルール分からなくても見やすかったり、得点もこうどんどん入っていく、面白さっていうのもありましたね。ああ、いいですね。三好さんどんな感じで応援してたんですか？あと、はい、いやもう声出しまくり、もうあキッペーとか言ってめっちゃ写真出てる、写真出てる。いやはしゃぎすぎてる。そうこれトライした時もうめっちゃ喜んじゃいました。なんかいいなーって言葉しか出てこないですわ。はい、このちょっと喜んでる姿でも感じていただけるかもしれないですけど、はい、やっぱりオリンピックって、もう会場が一つになって盛り上がるっていうのがすごいいいなって思って、7人制ラグビーこう1日1試合だけじゃなくていろんな国の試合見れるんですけれども、はい、やはりこの開催地のフランスが出ている時は地元の方たちの応援で会場が一つになってましたし、本当地鳴りのような大声援、大歓声っていうのを感じて、これがオリンピックだなって感じたとともに、私は東京では無観客っていうところで感じられなかったので、いいなっていうふうになんか思っちゃいました。やっぱね、本当お客さん集まって一緒に盛り上がるっていうのはスポーツのね醍醐味でもありますからね。もう本当にもうああいったあれを感じられるのがオリンピック、だからそこで選手が戦えるのもすごく嬉しいと思います。いや、いいですね。で、三好さん、明日から今後の取材予定なんか決まってるのありますか？はい、明日は、男子バスケットボールの初戦の日本対ドイツを応援に行きたいと思ってます。あれ確かなんか結構 GTTA からはどうぞ。はい、テーブス海選手と渡辺選手が出場してます。確かなんかさっき場所地図見たら結構遠いところ。そうです、リールなので、はい、1時間半から2時間ぐらいかかっちゃうぐらい遠いんですけれども、やはりもうバスケットの初戦だったら行くしかないですよ。いや、そうっすね。ちょっとどんなところに注目したらいいですか？はい、選手たちもやはり今回のオリンピックで一番大事にしたいところっていうのは、初戦のドイツ戦っていうふうに言っている選手が多かったので、そういったところでどういうような仕上げをしているのか、はい、あとは日本はやっぱりスリーポイントシュートっていうところを得意にしているので、そのスリーポイントシュートがどのぐらいたくさん決まるのかなっていうのを楽しみにしたいと思ってます。ですね。もう三好さんも十分分かってると思いますが、日本国内はバスケ熱がめちゃくちゃ高まった後のオリンピックじゃないですか。これはかなり期待しちゃってますよ。
いや、もう期待しちゃってください。はい、もうバスケット、ね、これだけ盛り上がってますし、本当に男子も女子もすごい今成長しているところなので、今回のオリンピックでもやってくれると私も信じています。そうですね、三好さんが持ってるメダル以上のメダル期待したいですね。はい、やっぱりこの銀メダルっていうところでプレッシャーも選手たち感じていると思いますけれども、でもこの3年間ですね、金メダルに向けて頑張ってきたので、そこの成果が出て、金メダル、輝いているメダル見れたらいいなと思ってます。いや、じゃあ三好さん、これからも気をつけて取材してください。はい、ありがとうございます。たくさんのレポート待ってます。いいなあ。いやー、行きたくなりますね。でも本当三好さんは本当東京がやっぱ無観客の中でプレーしたという経験があるからこその有観客での熱気というか熱狂というか、あれを感じて、多分またスポーツの良さみたいなものを感じた、これこそオリンピックというものを感じたのかもしれませんし、この後もそういったところをたくさん伝えてほしいなと思います。さあ、それではですね、パリ2024オリンピック特集、大会前半の1週間に出場する GTTA の予定を紹介していきましょう。東京の時もね、たくさん紹介したんですが、今回も102人いますので、たくさん紹介することになっていきますので、ぜひお付き合いいただきたいと思います。まずはハンドボールからいきましょうか。ハンドボールはですね、日本代表が上の6人がトヨタ車体、下2人が豊田合成ということで、合計8人日本代表が GTTA、 それから地元フランスのニコラ・カラバティッチ選手の9人、合計9人が GTTA です。グループ A の日本とグループ B のフランスがご覧のスケジュールで決勝トーナメント進出をかけて戦います。で、このカラバティッチ選手、三好さんの、コーナーでも紹介しましたけれども、ハンドボール界のレジェンド的存在で、アテネから6大会目のオリンピック、これまでに金3つ銀1つ、パリを最後に引退するとのことで、地元開催のオリンピックで有終の美を飾れるか注目です。そして日本は開催国枠で出場した東京では11位でした。1988年ソウル以来の自力でのオリンピック出場です。どこまでやれるかご注目ください。続いて7人制ラグビーです。結果のところでも紹介しました日本代表の3人、27日の11位12位決定戦に出場します。これが早いですがパリ最後の試合ということになります。そして卓球ですね。 GTTA は2人です。日本の張本選手とプエルトリコのディアス選手。張本選手はシングルス、混合ダブルス、そのうちの混合ダブルスは直前の大会で第2シード、中国ペアと反対ブロックの可能性があるというふうにお伝えしました。決勝は30日、これメダルが決まる決勝など3位決定戦、これが赤い字で表示されています。決勝は30日ということになっています。シングルスに関しては27日から登場することになっています。それからアドリアナ・ディアス選手は、女子のシングルスに27日から登場。我々取材しました。日本の大阪でトレーニングを積んでいる選手、一緒に焼きそばも食べました。非常にパワーのある選手、ご注目ください。続いて競泳いきましょう。 GTTA が6人です。日本の渡辺一平選手は本命の 200m 平泳ぎの予選と準決勝が30日、そして翌31日、ここが本命決勝です。8年ぶりの舞台でのメダル獲得期待しています。アメリカのケーレブ・ドレッセル選手、東京でも何度も名前をお伝えした競泳界のスーパースターです。リオで2つ、東京では5つ、これまでに7つの金メダル、今回いくつ足すんでしょうか。この1週間ではまず自由形のリレーと 100m 自由形の2つチャンスがあります。ご注目ください。それから女子ですね。チェコのセーマノバ選手とハンガリーのカパーシュ選手は28日に始まる女子自由形 200m、 これ VSGTTA というスタンプが押されてますけれども、 GTTA 対決の可能性があります。続いてアーチェリーいきましょう。先ほどランキングラウンドの結果をお伝えしましたメキシコの、バレンシア選手、28日に女子団体が決勝まであります。そして8月1日から個人戦が始まりますが、これランキングラウンドで8位に入ったということですので、ある程度勝ち進むまで上位選手との対戦はないということになりますので、上位進出期待しましょう。真ん中カヌースラローム、カナディアンという種目がありますが、これは
パドルに水かきが1つ、ほうきみたいな形ですね。そしてカヤックの方は両サイドに水かきがついているタイプになります。男子のカナディアンにチェコのロハン選手、東京オリンピック銀メダルで29日に金メダルの可能性がある選手です。それから女子のフォックス選手は、東京ではカナディアン金、カヤック銅だったんですが、現在世界ランク両方1位になっています。ということは28日と31日にダブル金メダルの可能性十分ですね。ジェシカ・フォックス選手、オーストラリアの選手、ご注目ください。一番右のゴルフ、日本の松山英樹選手は8月1日に初日です。東京の時は3位に入りながらプレーオフの結果4位になりました。メダルまであと一歩でしたから、今回はメダル期待しています。続いてサーフィンです。太平洋にあるフランス領タヒチ、サーファーの憧れの場所で行われます。ペルーのメッシーナ選手は波の調教師として我々紹介しました。5位入賞だった東京以来2回目のオリンピックで初のメダルを狙います。31日に決勝が行われます。続いて自転車 BMX レーシング、自転車で複数人で同時に走るレース形式になりますが、アメリカのウィロビー選手は4大会目、リオでは銀メダルを取った選手、5月の世界選手権直前ですね、金メダルに輝いていますから、今大会も期待です。それから一番右の自転車マウンテンバイク、クロスカントリーコースを周回して順位を競う競技です。ハンガリーのバシュ選手、東京オリンピック4位だったので、今回は1個でも順位が上がるとメダル圏内。続いて参りましょう。シューティング、射撃ですね。ハンガリーのペーニ選手、まず空気の力で撃つエアライフル、こちらの団体が27日、個人種目が29日です。それから男子の個人、今度は火薬で撃つライフル50メートルの3姿勢と8月1日のところにも書いてありますけれども、3姿勢というのは立つ、膝立ち、伏せる、この3姿勢が、この1日3大会目になりますが、まだメダルがない、ペーニ選手にとってはメダル期待しております。真ん中の柔道です。フィリピン代表、日本人のお父さんを持ち日本で幼少期を過ごした渡辺選手、女子63キロ級です。それからスペインの、シェラザディシビリ選手は男子の100キロ級、東京では90キロ級で 7位だったんですが、今年の世界選手権では100キロ級に変えて銅メダルを獲得しています。それから一番右、スケートボードです。フランスのミル選手、男子ストリート、東京オリンピックの時は4位だったんですが、このストリートという競技は階段の手すりなどを滑っていく種目になりますね。スケートボードはもう一つパークというね、すり鉢状の空間で競技をする種目もありますが、皆さんイメージすると手すりなどをこうやって滑っていく、そんな競技を思い浮かべてください。続いて参りましょう。セーリング、ヨットですね。4人の日本人とドイツのマウス選手の5人が GTTA ということになっています。トヨタ自動車東日本の富澤選手、今回のパリから新設されました IQ フォイル級というよりスピードが出る種目に出場します。長きにわたって活躍している選手で、北京から連続で出場5大会目、ただまだメダルはありません。それから女子の 49er FX 級、こちらは2人乗りの競技です。トヨタ自動織機の長松田中ペアともに初出場で、全部で12レースを戦った後、1日にメダルレースがあります。一番右の飛び込み、 GTTA は日本の栃木トヨタ榎本選手を含む全部で4人です。そのうちのメキシコのオロスコ選手が31日に2人で飛び込む女子 10m シンクロに出場します。ロンドン銀、東京銅と来ていますが、パリで3つ目のメダル何色になるんでしょうか。体操いきましょう。 GTTA は男子4人と女子1人の5人です。27日に個人の種目別と個人総合、団体総合いずれも予選が行われます。フィリピンのね、ユーロ選手というのは三好さんのコーナーでも紹介しました。東京オリンピックでは跳馬で4位に入って、直後の世界選手権で金メダルを取ったという床と跳馬のスペシャリストです。それからスペインのサパタ選手、東京で床の銀メダルを取っている選手、それからフランスのサイード選手は団体総合にも出場します。男子個人総合の決勝は一番下ですね、1日に行われることになっています。そして一番右、女子はメキシコのモレノ選手、種目別の跳馬予選が28日に行われます。さあバスケットボール、さっき三好さんがお伝えしてくれましたが、自力での出場が44年ぶりとなる男子日本代表、アルバルク東京テーブス選手と渡辺裕太選手、
グループ予選は27日のドイツ戦からスタートして、フランス戦が30日、それからアルバルク東京にはもう1人メインデル選手がブラジル代表として27日のフランス戦、そして30日のドイツ戦で、この日本とブラジル同じグループですから、3試合目は来週 GTTA 対決があるということになります。それから一番右、女子の方ですが、5人の GTTA グループ予選のアメリカ戦がいきなりね、29日ありますよ。東京オリンピックの決勝で敗れて以来のオリンピックでのアメリカ戦ということになります。リオ、東京と確実にその差は縮まっているというふうに三好さん言ってました。さらに1日にはドイツ戦も行われることになっています。バレーボールいきましょう。日本代表の男子は JTEC の関田選手、宮浦選手、高橋選手の3人です。北京以来自力での出場権を獲得して、最新の世界ランキングをなんと2位まで上昇させています。52年ぶりミュンヘン大会以来の金メダルの期待がかかります。まずは27日にドイツ戦、31日にアルゼンチン戦、いずれも世界ランクでは格下の相手ということになります。そして女子は福留選手、世界ランキング7位です。ロンドン銅メダル以来のメダルを狙っています。28日にポーランド、1日にブラジルと戦うんですが、いずれもこちらは格上相手の試合ということになります。ビーチバレーボールいきましょう。エッフェル塔の目の前、その名もエッフェル塔スタジアムで行われますが、ノルウェーのモル選手とソラム選手のペアは世界ランク2位の東京金メダルペアです。28日から登場します。そしてドイツのビックラー・エーラーズペアは世界ランク4位、東京で5位だったビックラー選手と、初めてのオリンピックとなるエーラーズのコンビということになります。女子ではパラグアイのバリアンテ選手、こちらはオリンピック初出場ということになります。フェンシングいきましょう。こちらはですね、ここにサーブル種目とエペ種目ということがありますけれども、まずエペ種目というのは全身が有効面となって剣で突くとポイントが取ることができる競技。サーブル種目というのは上半身が有効面で触れるだけでポイントが取れる競技になっています。まず GTTA3 人いるんですが、2人が登場します。ハンガリーの男子里マリ選手とフランスの女子バーダー選手。里マリ選手はサーブルとエペの個人とサーブルの団体に出場することになっています。団体では東京で銅メダルを持っている種目です。続いて右側、ローイングボートですね。 GTTA は3人います。ギリシャの男子ヌトウスコス選手は東京のシングルスカル金メダリストです。当然連覇が期待されますね。それからニュージーランドの女子トゥイック選手も4大会目の東京でね、悲願の金メダル、私も伝えたのを覚えてますけれども、パリでもメダル獲得なるんでしょうか。それからパラグアイの女子アロンソ選手は2大会目のオリンピックになります。次行きましょう。ボクシングです。 GTTA はカナダのティポー選手、女子75キロ級、東京は5位入賞でした。31日の2回戦から登場です。そして右側、ホッケー GTTA は1人、ベルギーのセドリック・シャルリエ選手。どうでしょう。あの人か、覚えてる方いるかもしれません。トヨタなのにセドリックと東京オリンピックの時に話題になった、いや我々が話題にした選手でございます。リオでは銀、東京でその話題になった時に最後結局金メダルを取ったんですよ。これで5大会目のオリンピックです。全部でホッケーは12チームが出場、2つのプールに分かれて戦いまして、決勝トーナメント進出チームを決めていきます。おしまいにバドミントンです。 GTTA は3人です。日本の西本選手、タイのビチット・サーン選手、スペインのマリン選手の3人です。ご覧のスケジュールで、31日までの間に予選が1次リーグですね、27日と28日に行われます。西本選手とビチット・サーン選手は男子同士ですので、これは GTTA 対決の可能性があります。ちなみに1次リーグはグループが違うので、あるとしたらこの1日のね、決勝トーナメントからということになります。ということでいろんな予定を紹介してきたんですが、我々このたくさんある中からちょっとだけ、絞って掘り下げていきたいと思いますが、今日はこのバドミントンを掘り下げていきたいなと思っております。こちらのまず2人、ね、今 GTTA 対決とお伝えしました日本の西本選手と、タイのビチット・サーン選手なんですが、まずバドミントンのシングルス予選リーグで
3から4人ずつ A 組から P 組に分かれまして、各組の1位が決勝トーナメントの進出にすることができます。ヴィチットサーン選手が B、西本選手が C 組ということで違う組に入っていますから、 GTTA 対決は決勝トーナメントに入ってからということなんですが、西本選手、まずですね紹介していきたいと思います。オリンピックが初出場、JTEC 所属の選手なんですが、日本人の中では2人出場しているうちの2番手の選手になります。世界ランキングは10位です。そしてオリンピック初出場だから若い選手なのかな、いや実はそんなことないんです。29歳にしてオリンピック初出場の選手なんです。で、東京オリンピックの時、西本選手はですね出場選手のスパーリングパートナー、要は練習相手を務めていたそうなんですね。で、本番の舞台にも実際に立ってでも練習相手、とてつもない悔しさを感じたそうなんですね。もっと頑張っておけばよかった、自分はまだまだ甘かった、そんな言葉を残していて、ついにこのパリオリンピックの舞台にたどり着いた、そんな選手です。西本選手曰くですね、今の男子シングルスは誰が勝ってもおかしくないので、金メダルを目指してダークホースになりたいというふうに言っていました。ぜひダークホース西本健太選手ご注目いただきたいと思います。それからですね、もう一人、タイのクンラブット・ビチット・サーン選手、オリンピック同じく初出場なんですが、こちらは23歳、ビチット・サーン選手インタビュー映像があります。ご覧ください。ครับผมมองว่ามันเป็นกีฬาที่มีความสนุกสนานนะครับแล้วก็บวกกับในสังคมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้อายครับแต่ว่าพอมีเพื่อนมาเล่นด้วยในสังคมนี้ครับก็ทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นครับก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็อาการมันดีขึ้นครับแล้วก็บวกกับการหาที่เล่นอะไรผมมองว่ามันหาที่เล่นค่อนข้างง่ายครับแล้วก็จำนวนคนเล่นก็ไม่ต้องเยอะมากครับผมก็นั่นแหละก็ผมมองว่ามันเป็นกีฬาที่สนุกสนานมากๆครับมันเป็นความฝันของใครหลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะครับในวัยเด็กเนี่ยก็มันเป็นความฝันของผมที่อยากได้ชิงแชมป์โลกครั้งแรกแล้วก็โอลิมปิกเกมนะครับเพราะว่ามองว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีในโอลิมปิกในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นด้วยแล้วก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ日本の皆さん、オリンピック・パラリンピックで日本人選手以外を応援したことあるでしょうか。応援できるんですよ、このトヨタイムズスポーツでは。タイの選手ですけど GTTA としてぜひ応援していただきたいなと思います。インタビューね、ちょっとひょうひょうとしたそんな印象のビチット・サーン選手なんですが、戦績はですねすごいんです。2017から19まではジュニアの世界選手権を3連覇してまして、シニアに上がって去年は世界選手権優勝、つまりもうこれ金メダル候補と言っても過言ではありません。世界ランキングこそ現在、8位ではあるんですけれども、メダルの可能性大いに期待したい選手ですし、その途中どこかで西本選手と当たるかもしれないということで非常に楽しみです。で、そのメダルを楽しみにしている人たちが他にもいます。この人たちです。สวัสดีครับคุณวิวเอ็นคอร์ด all the best for the upcoming game สู้ๆ fighting この人たち毎回暑いんですよ。東京の時も暑かったです。覚えてますか？東京の時は TMAP でしたけど TMA ということでちょっと変わりましたが、もうこの方々の熱い応援を受けてビチット・サーン選手は戦うということで、最初に言っていたビューというのがビチット・サーン選手の愛称だそうです。そして、このビチット・サーン選手を応援するときに何と言ったらいいのか、スースーと出てましたね。タイ語で頑張れという意味です。スースーとビチット・サーン選手はぜひ応援してあげてください。ぜひこの TMA の皆さんと一緒にこのパリオリンピック盛り上がりたいなと思っております。いつも一緒に盛り上げていただいてありがとうございます。さあスケジュールなんですが、ビチット・サーン選手の最初の試合が日本時間の、明日27日の夜、そして西本選手の最初の試合は日本時間あさって28日午後3時30分夕方ですので、これは見ることできますね。共に予選ラウンド勝ち抜いて決勝トーナメント行ってほしいですね。楽しみにしたいと思います。さあ間もなく日本時間では8時が迫ってきましたので、開会式まではもう7時間を切っています。ぜひ、皆さん、それぞれの推しの選手をねなんか捕まえて
この選手注目していこうかなというのが出てくると、オリンピック期間中ずっと楽しめますので、ぜひそんな楽しみ方もしてみてください。以上、トヨタイムズスポーツ今日のパリ2024特集でした。さてここからは、ある意味いつも通りですね、国内で戦うトヨタアスリートの結果と予定をお伝えしていきましょう。オリンピックだけじゃないんですよ。まずはサッカーです。名古屋グランパス、アウェイで行われた3位神戸との試合は3対3の引き分けです。勝ち越し追いつかれ逆転され、最後に追いつきました。稲垣選手が2ゴール、なんとか勝ち点1を獲得です。続いて陸上長距離部、北海道のハーフマラソンは安井選手が完走、18位でした。車椅子テニス、三木拓也選手、パラリンピック前最後の公式戦スイスオープンはシングルスでベスト4でした。そしてオリンピックの種目から外れてしまった女子ソフトボールワールドカップが開催されました。レッドテリアーズから4人が代表していた日本、勝ちました。これ優勝ですね。4年後ロサンゼルスオリンピックでは復活が決まってますから、そのままナンバーワンキープでお願いします。モータースポーツいきましょう。スーパーフォーミュラー坪井翔選手4年ぶりの優勝です。この大会はジャパンモビリティショーの総裁も務められています。三笠宮の家の陽子女王殿下から寵杯を賜りまして、第1回陽子女王杯として開催されました。最初に陽子女王杯を手にしたのが坪井選手、おめでとうございます。そして坪井選手、これだけではなかったんですね。この週末同じく富士スピードウェイで開催された女性ドライバーだけのレース、共助カップでは坪井選手の奥様斉藤愛美選手が土曜日に初優勝、そして日曜日午前のレースでも連勝を飾りまして、その午後に旦那様の坪井選手が優勝したということで、この写真なわけです。日本一早い夫婦、おめでとうございます。そして2位には移籍組の大湯俊樹選手、トヨタで初の表彰台に入りました。ポールポジションからスタートした福住選手も4位ということで、これは移籍組のなかなか活躍が目立ちましたね。そしてもう1個紹介させてください。9位スーパーフォーミュラー2戦目のシマンチュレーシングドライバー平響選手がトップ10フィニッシュです。トヨタドライバー富士で躍動してくれました。 WRC の結果もあります。初開催のラリーラトビア、ロバンペラ選手とオジェ選手のワンツーフィニッシュです。スタント順に恵まれなかったエバン選手は5位、前半表彰台も狙える位置で走っていた勝田貴元選手は12ステージのタイムロスが響いて6位でした。ドライバーズランキング見ておきましょう。エバンス選手が順位を1つ落としたんですが、首位との差は縮まってます。2ポイント縮めて今13。マニファクチャラーズランキングではトヨタトップとの差なんと10から1に縮めました。次の、チームのホームがあるフィンランド、ここで逆転できるかもしれませんね。8月1日木曜日開幕です。最後にモータースポーツの予定いきましょう。今週末はスーパー耐久第3戦がオートポリスで開催です。今回は STX クラスの1号車 AMG GT3 は出場しませんが、 STQ クラスには28号車カーボンニュートラル燃料の GR86 と32号車水素カローラが出場することになっています。32号車、富士24時間レースで発生したトラブル解消したということで、万全の体制でこの大分に挑みます。以上、トヨタアスリートの結果と予定お伝えしました。今日はたくさんコメントいただきましたが、私一人しかおりませんので紹介しますね。 AK さん、森田さん、スースにバッジついてます。ついてますよ。見ます？こっちで見せようかな。見えるかな。三好さんが車の中で紹介していたのと同じですけれども、秋尾会長が何の競技やってるか分かります？パリらしい競技ですよ。ブレイキンやっちゃってます。はい、素敵なピンバッジを今日からこのパリモードということでここにつけさせていただきました。さあ、それからポールさん、森田さんジェラシー抑えて、抑えられなかったですね。早く行きたい。はい。香織さん VS スタンプ懐かしいです。そう、東京の時ね、たくさん見てくださってた方はVS、GTTA たくさん押されるたびに、ここ楽しみだなって多分なってくれたんだと思いますが、今回も多用していきますよ。それから
レイウチさん、佐竹さんのおかげでもう一度野球に興味持てました。ありがとうございます。レイウチさんは一度野球の興味を失ってたんですね。佐竹さんのおかげで戻ってきてくれた。ありがとうございます。トヨタイムズスポーツのスタッフにもですね、僕野球に全然興味ないんですっていう人がね、一人いたんですけど、未だに野球は興味ありません、でもレッドクルーザーズのことは大好きですというコメントをね、残したスタッフがいました。ぜひこれからも野球部の応援よろしくお願いします。さあ、今日もコメント書き込みありがとうございました。パリオリンピックが始まったということで、新たに見てくださった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。確かこの話題に触れてなかったうちにチャンネル登録者がなんと6万人を突破していましたので、7万8万と、いや10万とオリンピック・パラリンピック期間中に行きたいなと思っております。トヨタイムズスポーツ、来週の金曜日も午後7時からこのパリ2024オリンピックの特集をお届けしていきます。でも1週間後か、1週間の間に始まっちゃって、たくさん競技も進んでいくし、なんかその間置いてきぼり感すごいなっていう心の叫びがある方に、非常に大事なことをお伝えしますよ。アプリができたと、我々お伝えしたじゃないですか。そうです、このアプリがですね、このオリンピック期間中最大限活躍してくれると思いますよ。まずアプリ開くじゃないですか。そうすると見てください、このトップ画面に特設ページへのリンクがちょっと動いちゃった。ここを押すとですよ、こうやってパリのスペシャルサイトに飛ぶことができまして、ここにほらなんてね、こうやってやるとピンが合うね。デイリーレポート、三好さんのね現地レポート、今3つまで上がってますね。ちょっとジェラシーはあるかもしれないけど、ぜひ三好さんのレポート見てあげてください。でこれね、ずっと下行くとここに我々の今回の特集もありますし、こうやってですよ、アスリート情報がバーっと、もうこれスクロールしても推しを見つけてくださいよ、ぜひこの中で。でこの一番下にトヨタアスリートの競技予定、結果今すぐ見るっていうのがあります。ここを押すと本当にですね、速報で競技の結果出てきますので、ぜひこの、トヨタイムズスポーツアプリ、ダウンロードしていただいて、その一番最初のバナーのところに今特設サイトのリンク出てますので、そこからアクセスしていただけると、オリンピック・パラリンピック2倍いや3倍楽しめるんじゃないかなと勝手に思っております。よろしくお願いします。今日は途中三好さんも来てくれましたが、一人でたくさん喋ってしまいました。オリンピック始まりましたんでね、ちょっと今日は2時30分からですけど、まずはセーヌ川の開会式がどんなもんかと注目したいなと思います。トヨタイムズスポーツ、今日も長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ここまでのお相手は森田京之介でした。それでは、来週金曜日19時にワントヨタ。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独にファンを抱いて、幕が上がりさあ始まるこのストーリー、刻みたいなもうヒストリー、狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン。 We ultimates, we gonna make it shine. Oh, 飛び込むんだスポットライト。Some days when I cried and cried all night. There were some days that I couldn't show myself. With
with loneliness in my heart. We all teammates. We gonna make it shine. I'll dive into the spotlight. Here we go. Now let's go. Ready for the battle, 100%. 'Cause you're not alone, not alone at all. Hallelujah. Go for it. We don't need one anymore. All we need is right and soul. Ready to go, ready for Tokyo summer. Hallelujah. あっぱれ言葉はいらないあとは生き抜け Ready go ready for Tokyo summer. Tokyo summer. Tokyo summer.